はい、皆さんこんにちは。ふちぐです。今回も献立作ります。今回も4品いきます。冬っぽいね、レシピになってます。鶏肉のレンコンのクリーム煮だったりね、コンソメスープも美味しいので、ぜひ温まる献立皆さん作ってみてください。では、1品目ご紹介します。1品目、鶏肉とレンコンのクリーム煮、ほっこりする味付けです。そして副菜2品、レタスをペペロンチーノ風に仕上げます。そして、豆苗、アボカドのツナマヨ和えです。豆苗は生で食べれるんです。最後はスープ。ミックスビーンズとウインナーのコンソメスープです。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。では行ってみましょう。はい、じゃあ実際に今回もタイマーを押します。スタート。よいどん。さあ、材料切っていきます。じゃあ主菜からいこうか。主菜の玉ねぎからいきます。はい、玉ねぎね、薄切りにします。ちなみにこれスープにも出てきます。なのでスープの方も薄切りです。なのでまとめて薄切りにしちゃいましょう。で、薄切りするときなんですけど、トン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 っていって、そうするとね、まな板に接してる面と切ってる面を比べたときに、切ってる面のがね、長くなってくると結構不安定なんだよね。そしたら倒して回す。そうすると、今度接地面が長くなるので安定してまた切れます。怪我しちゃうからね。ちょっとしたコツでした。続いて、レンコンです。レンコン皮むきましょう。よいしょ。はい。で、レンコンはね、食べやすいサイズにもらえればと思うんですが、まず輪切りにしてみようか。輪切りにしてみます。でね、レンコン硬いから力入ってね切ると思うんですが、結構ねグラグラしてね怪我しちゃったりするので気をつけてください。でちょっとこれだと大きく食べれないよね。なのでさらに半月にしましたが、鶏肉もねもうちょっとちっちゃく切るのでさらに半分一応切りにしましょう。どんな料理が最終的になるのかをイメージして、食材とのね大きさのバランスイメージして、これくらい食べやすいかなっていうサイズに合わせて切ってもらうといいんじゃないでしょうか。この味。はい、続いてレタスはね芯の部分だけね取り除いて、あとは食べやすいサイズのね大きさに手でちぎります。でこの後軽く加熱します。なので縮むので、めちゃめちゃレタス先にちっちゃくしちゃうと逆になんか炒めた時にめちゃめちゃちっちゃくなっちゃうので、これくらいの大きさは残してあげるといいと思います。ニンニクを薄切りにします。OK。で取ったら、あとはねこのままちょっと薄くスライスしましょう。アボカドはこのまま真ん中の種に向かって包丁入れて、中心にぐるぐるぐると回します。きれいだね。あとはこうスプーンで取ってもらってもいいんですが、包丁でちょっとグッと押し付けて回すと取れます。結構ねこれ指怪我しちゃったよってこともあるので、慣れてない方はスプーンでやった方がいいと思うんですが、サイズはね一口サイズ、コロコロしたサイズに切ります。皮がね意外と柔らかいのでね、よく切れる包丁で切ると皮貫通します。簡単にね切らないように気をつけてね。そしたらスプーンでくり抜きます。端っこに入れてそのままなぞるように回す。一周ぐるっとするとここに取れますね。豆苗です。豆苗は、ここのね下の部分をザクザクと切ってもらって、ここねお水つけとくとまたもう1回ぐらい豆苗食べれます。そんでこのねここはちょっと取り除きましょう。手で取れるからね、こういう根っぽいところも取り除いてあげて、サラダにするので食べやすいサイズに切ってもらえればと思うんですが、3等分ぐらいかな、2センチ幅ぐらい。はい、続いてセロリです。セロリね、ピーラーとかで皮軽く剥いちゃおうか。筋一個一個丁寧に取ってもいいんですが、結構僕楽なのでピーラーで剥いちゃうことも多いです。まずちょっと半分で、裏側もねちょっとこうシュッと、そしたらこう斜め切りしていきます。このまま斜めにトン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 。スープに入れるので割と薄くしちゃって大丈夫っていうのもね、先ほどね玉ねぎ切ったよね。玉ねぎもね薄く切ったんで、食べやすさもねちょっと考慮して同じような形状で切りましょう。セロリ入れた理由があって、食感足したり香り足したりしたいなと思ったんですが、もし苦手だったら冬の時期だと例えば、大根をね薄く切ったりカブ足してみたり、その辺のね食材と代用してみても美味しく召し上がれるんじゃないかなと思います。はい、続いてウインナーも同様です。スープに入れるのでね斜めに薄く切っていきましょう。
はい、じゃあ続いて最後ね、お肉です。お肉ね、切るときはまな板変えたりしてください。お肉用とね、魚用、そして、野菜用とかね、いろいろ分けてね、いただけると、食中毒のね、予防にもなると思いますので、余分なね、皮は好きじゃないので落としていくんですが、こういう間に入ってるこうね、油ね、ぜひ、僕毎回ね、ぜひ取ってくださいねってお伝えしてます。このね、油、包丁でちょっとこそげ取るようにして、落としてって、で、切り取る。はい、OK。これぐらい取れました。じゃあ、これ一口サイズに切ります。で、ちょっとこう、身が盛り上がってるところ、ちょっとだけ薄く包丁入れてあげて開く。はい、そしたら塩。下味はね、しっかりしましょう。そしてお酒。こんな感じで、なじませておきましょう。これで、下準備 OK。 はい、ということで下準備が終わってだいたい16分52秒でした。17分ぐらいかな。今回ねそんな難しくないんだよね。多分40分ぐらいで終わるんじゃないかなと今回も思ってます。じゃあ調理に入ります。じゃあ鍋野菜入れていきましょう。セロリと玉ねぎさっと炒めます。まずはね作るだけ作ってちょっと放置しておけるスープからいきましょう。火加減は中火、軽く火入れてます。そしたらソーセージも入れちゃおうかな。ソーセージも入れます。でこのままちょっと軽く炒めていきましょう。軽く炒まってきました。ソーセージのねいい香りがしてきたぐらいで、玉ねぎもねちょっとこう透明になり始めましたよってぐらいです。お水入れましょう。お水600、コンソメ、ミックスビーンズ全入れしょう。豆の量はね皆さん買う缶詰とかパウチしてあるやつとかいろいろあると思うんですが、それ基本的に全部入れちゃって大丈夫です。味が大きく変わるもんじゃないからね。ちょっとこのままずっと弱火で加熱しておきます。 IH でいうと2番です。はい、ということで今スープ仕掛け終わりましたが、だいたい20分と30秒ぐらいタイムです。さあ続いてじゃあペペロンチーノ風作りましょう。これもすぐできます。フライパンにごま油、冷たいままで大丈夫です。ニンニク入れましょう。で鷹の爪はもう輪切りにしてあるやつね使ってもいいですし、こういう1個丸々でねホールのね使ってもいいです。でこのね種が辛いんです。皆さん種辛いの苦手って方は種抜いてください。ほい、辛いの好きなやつ方は種も一緒に炒めてもいいと思います。めちゃめちゃ辛くなります。火加減はね弱火から中火ぐらい。ニンニクはね油から出さない。油から出ると焦げます。中火で今加熱してますが、絶対に油から出さないでください。こういう感じにね火が入ってきました。ニンニクの香りが少しずつしてきましたね。もう少しねゆっくり攻めていきましょう。こういうペペロンチーノとか作ったりとかするときはね、この油に香りを移す段階が結構ね味に大きく左右します。ここで焦がしちゃうと作るペペロンチーノも丸くなるし、火の入りが甘いとなんか味しない塩パスタになります。普段のねペペロンチーノのパスタ作る時もここ結構肝です。でねニンニクからね小さい気泡がふつふつとしてきました。そうするとねだいぶ香りが立ってきます。ごま油の香りもよくするね。ちょっとこう押してみて柔らかさを感じるぐらいになってきたらレタスの入れ時でございます。ここからは割と時間との勝負。さっと炒めて終わり。ラストをさっと炒め合わせて調味料、鶏ガラ全体にパパパパーっとこちらねオイスター、ここはさっと炒め合わせて、ほんで最後塩胡椒でさっと味を整えて味見。うまい。 OK 完成で、いつもならこのまま放置しておくんですけど、レタス火早いから器にも盛っときましょう。まだね食感が生きてるうちに盛っちゃいます。よし、はい、これでとりあえず1品完成。今のところ25分30秒です。続いてフライパン、別のフライパンでバターちょっと大きいですね。バター溶かします。はい、そしたら鶏肉焼いていきますね。皮目の方から下にして焼いていきましょう。はい、そしたら鶏肉に7割ぐらい火が入ったところで一回取り出します。この後ねまた再加熱していくので7割でも大丈夫です。そしたらそこにレンコン、
玉ねぎもですね加えていっちゃいましょう。全体的に玉ねぎがねしんなりしてきて、レンコンにもね火が入り始めました。粉振っていきます。粉ね1回で振らないでね、トン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 と3分の1ぐらいでちょっと炒める。で全体になじませたらもう1回トントントン炒める。全体なじんだら最後トントントン。そしたら、全体にね材料に薄力粉なじみました。そしたらお酒、牛乳、コンソメ入れて、加減は中火。そんでその中に鶏肉も戻し入れます。いってらっしゃい。でこのね油もね忘れずに、鶏肉の油美味しいからね、ちょっとこうグツグツと中火で煮ていきます。目標だと3分ぐらいかな。ちょっと1回煮てみましょう。はい、ここでね火入りました。時間でいうとだいたい35分と今30秒ぐらい経過しました。40分まで残り5分ぐらいだね。じゃあこのままねちょっとね煮込むのに時間かかるので、最後の副菜さっと和え物やっちゃいたいと思います。先に調味料からいこうかな。マヨ入れて、レモン汁、醤油、ツナ、油ちょっとだけ切ってます。すりごまでね、こういう和え物はね事前に和えておくと楽です。食材入れてからね和えると大変なので、順番どっちもいいですよ。この順番の方が楽ですね。わさびちょっと入れて、よく溶かしていきましょう。そしたらどんどん入れていきましょう。入れてと、あとは全体よくなじませて、ぐるっと混ぜて、ぐるっと混ぜて、最後塩コショウで味整えたら、こちらの副菜も完成。ちょうど今38分35秒です。はい、そして最後2品仕上げます。最後はね味整えて完成です。ここねちゃんとやらないと美味しく仕上がらないので絶対やってください。ポイントです。そしたらねよく全体を混ぜて、こちらも完成。スープの方もね OK、 完成でございます。はい、ということでよし完成。40分ぐらいでございました。下準備はねちゃちゃっとやりながら作っていったら40分ぐらいでできました。では最後盛り付けて完成です。スープほい。